皆さんこんにちは、アンリです。今日は中国のユニツリーが約1億円の有人型変形ロボ GD01 を公開して世界中で話題になった話と、同じ48時間で創薬 AI や国内ヒューマノイドが一斉に動いたガンダムが現実になった2日間を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。物理 AI の世界が一気に SF 映画の世界に近づいた1週間です。中心にいるのは5月12日に中国雨季鍵ユニツリーが公開した GD01 という有人型のロボットです。発表動画は公式アカウントで160万ビュー、約160万再生を超え、引用元の投稿でも合計100万ビュー級のバズりを記録しました。値段は約1億円6500ドル単位ではなく、いきなり65万ドルから、重量は 500kg に側歩行モードと4つのタイヤを使った車両モードの間を変形でき、しかも内部に人が乗ったまま操縦できます。 X ではガンダムみたいだ、つまりガンダムが現実になったかのような反応が爆発し、 C1 シンシン氏がデモの中でブロック壁を素手のパンチで貫いた映像が世界中で拡散しました。同じ48時間で創薬 AI 量産型ヒューマノイド、国内の半導体合弁が並走しました。今日はその全体像を5つのセクションで整理していきます。最初のセクションはユニツリー GD01 の中身です。公式によればこのロボットは世界初の量産可能な有人トランスフォーマブルメカ、つまり量産前提で作られた人が乗れる変形メカです。価格は本体65万ドルから日本円で約1億円、500kg の大型機体ですが、軽自動車の車両と同程度の運用性を意識した設計だと説明されています。バイラルポストのアットシックスリブ氏はガンダムみたいだと表現し、88万9000ビュー、約88万9000の視聴を稼ぎました。アットザヒューマノイドハブはワンシンシン CEO 本人がデモでブリックウォールを素でパンチしたと紹介し、374K ビュー、約37万4000を獲得。アットマーブライアン・ローメル氏は5年で iPod モーメントが来て家庭にこのジャンルのロボットが普及すると予測しています。日本のメディアでもアットサバテック PR 氏が軍事転用の可能性を指摘し、アット日経も政府は中国メーカーのロボット流入リスクに警鐘と報じる流れができています。2つ目のセクションはデミス・ハサビス氏のアイソモルフィック・ラブズへの大型調達です。5月13日、Google ディープマインドの共同創業者であるデミス・ハサビス氏がアイソモルフィック・ラブズで新規21億ドル、約3150億円を調達したと発表しました。AI の一番の応用先は人間の健康改善であり、アルファフォールドから続く流れをトーボチャージ、加速させるというコメントで X 上で約9800ライクス 546K、 約54万6000のビューを集めました。アイソモルフィックラブズは2021年にアルファベット傘下で創業され、アルファフォールド由来のタンパク質構造予測を創薬の前臨床段階全体に拡張してきた会社です。今回の調達によって複数の臨床プログラム開発、AI モデルの製品化、そして提携する製薬企業のパイプライン拡張が一気に進む見立てになっています。物理 AI がロボの体だけでなく薬を作る AI というもう一つの軸でも5月13日に大きな資金の動きを見せました。3つ目のセクションはテスラのオプティマス V3 です。複数の海外メディアがテスラオプティマス V3 を7月下旬から8月初旬に正式公開する見通しを報じました。フリーモントの第一世代ラインは年100万台、テキサスのギガファクトリーテキサスでは年1000万台規模の第二世代ラインも並行して準備中だとされています。想定価格は2万ドルから3万ドル、日本円でおよそ300万円から450万円のレンジで、量産時にコンシューマー価格まで降りる可能性が出てきました。
直前で発表された 1X ネオは66ポンド約 30kg、 4時間駆動で買い切り2万ドルか月額499ドルのサブスクリプション。ユニツリー R1 は低価格モデルとして5月10日に正式販売を開始。フィギュア03は BMW のスパルタンバーグ工場でヘリックス VLA というビジョン言語アクション基盤と組み合わせて3万台以上の車製造を支援し、累計1250時間9万部品の組み立て実績を積んでいます。ヒューマノイドが研究室の試作品から工場で当たり前に並ぶ機械へ確実に降りてきています。4つ目のセクションは日本の物理 AI サプライチェーンです。 X でも国内メディアでも特にバズったのがモフモフインベスター氏の投稿で、ソニーと TSMC が AI 向け CMOS センサーで合弁を組む計画です。318ライクスを獲得しました。これはロボや自動運転の目に当たる部分でフィジカル AI の革新技術と評価されています。チューリングの自動運転車両が銀座の街中でエンドトゥーエンド方式により安定走行している様子も@YMGA 級氏の投稿で288ライクズです。国内ヒューマノイドの動きとしては、トヨタが第4世代の人型ロボ THR4 を月額30万円のリースで中小企業向けに販売開始。記念病院での搬送ロボポタロが 99% の成功率で2万 7000km を走行した実績も公表されました。ホンダのアシモ X は EV 自動運転の技術と融合した移動型作業ロボ。 PFN はトヨタとファナックと組み、産業用ヒューマノイドの標準プラットフォームを構築する3社連合 PFN ロボット 2.0 を発表。テレイグジスタンスも AI ロボット協会に参画し、ヒューマノイド向けの VLA モデル開発に乗り出しました。5つ目のセクションは市場規模と日本視聴者にとっての示唆です。アメリカのインフルエンサーサンコンパウンディング氏は、ヒューマノイド市場は5年で世界160億台が必要で、累計の経済規模は10兆ドル、約1500兆円に達すると試算し、関連銘柄としてテスラ、NVIDIA、UB テック、レインボーロボティックス、そしてヒュームネット F を挙げました。同じ週、セレブラスの IPO が5月13日に値付けを迎え、株価レンジは115ドルから125ドルから150ドルから160ドルへ大幅引き上げ、20倍超の需要が集まり、最大48億ドル、約7200億円の調達。評価額は250億ドルが見込まれています。NVIDIA B200 の21倍速いと主張するチップ会社が AI インフラの実需を背負って上場します。日本視聴者にとっての3つの示唆をまとめます。1つ目は、家庭用ヒューマノイドがサブスクで月数万円からというレンジに本当に降りてくる前夜だということです。2つ目は、来週5月19日から始まる Google I/O に1216で Gemini 4、Veo 4、エージェント AI に加え Android XR グラスやアルミニオモ OS など身につける AI、家の中の AI がまとめて発表される予定です。3つ目は、株式投資の視点でも AI 半導体、物理 AI、データセンターと電力インフラの3つの軸でローテーションが起こりやすい局面に入ったということです。ここまでの整理をまとめます。5月12日と13日の48時間でユニツリー GD01 という有人型変形ロボットが世界中で160万ビュー超のバズりを起こし、デミス・ハサビス氏のアイソモルフィック・ラブズが21億ドルを調達。テスラオプティマス V3 は1月から8月の公開予定。ソニーと TSMC の合弁、トヨタ THR4、ホンダアシモ X、PFN ロボット 2.0 が同時に動きました。物理 AI は画面の中から街と工場と家庭へ、本当に降りてきた48時間でした。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。